又回到开头了。かつて大きな戦があった。名だたる強者たちが己が信念と野望を胸に争い続けたが、その戦いに勝者はなく、世界の命運を決める21の刀が極東の地に散らばった。この物語は、ある男が一振りの刀を手にすることで始まる。哇，这太帅了！这个登场。我鸡皮疙瘩又起来了。真的很帅，这个造型儿。整集都会是这样子的一个视角吗？应该要先展示一下这种2.5D 的舞台。旅の者だ。水を分けてくれ。おい。あ？誰もいねえのか？ん？刀？なんだこれ。光って。おい、何者だ貴様。まずは自分が名乗れよな。うちは剣士の一人、剣様だ。その名刀を捨てて逃げるか、私と戦うか選びな。哇，这眼神！俺の刀だ。这一套动作，哇，居然还有威亚的这种视角。名刀って何なんだ？好颠啊！何も知らないのか。メイドの土産に教えてやる。名刀はただの刀ではない。手にした持ち主にはさまざまな力が与えられ、全ての名刀から最強と認められた者は国家を手にする。国取りの力を得ることができる。この日本を盗めるほどの力ね。いいじゃん。王様になってみたかったんだよね、俺。哇！俺が最強になってこの国の王になる。我的天啊！なら俺の方が強いと認めるか？妈呀，好帅呀！あんたの方が強いだ。环绕的感觉。ああ、地下ダンジョンはまさに群雄割拠。
その中でも頭一つ抜けている刻みを任せば新宿はお前のものだ。お前も王になりたかったんじゃないのか？仕方ない。剣士同士の決闘で敗れた者は命を差し出すか相手の配下になるしかないんだ。それに他也成为他的手あんた下了。が王様になった際にゃ私を大臣にしてくれりゃいい。したらこの剣が王道を切り開いてやるさ。哇，じゅーいや終わりだ！お前から哇，只剩他们两个人在中间。ブレイドあんたら強えな。こんなところでつまずいてたら王になんてなれねえだろ。なあ、俺たちも仲間にしてくれよ。お前が王になった時、俺のポジションは将軍な。俺らは好き好んで地下にいたんじゃない。渋谷の鬼どもに追いやられてな。奴らはその辺の鬼族とはわけが違う。次の目的が決まったな。演技真的很自然了呢。次は渋谷の鬼大使だ。ブレイド。我还能看到他们在影子里动。用这么大的屏幕看公主的这个盛世美颜，肯定巨爽。ここまでが第1幕。第2幕はブレイドによって統一された新宿クラスターと鬼族が徒党を組んだ渋谷クラスターの対立が描かれる。そしてそれはこの2人の戦いから始まる。お前裏切ったのか？僕は我这两个巨大的这个雕像呀，渋谷の鬼。どうしても戦わなきゃダメなんですか？親から無理やり剣を与えられ、很帅。巻き込まれて。鴨志田咲也、2.5 の舞台では重宝されまくってる人気の役者。普段はヘラヘラした女好き。でも芝居はうまい。僕は大家一站上舞台就是认真的。逃げてください。そしたら戦わずに済む。お願いです。早く逃げていなくなって。普段の性格と真逆のキャラなのに原作の再現が完璧。哦，演技力も十分すぎる。哇，畜生。もう少し上げて。はい。確認お願好喜欢いします。就是他们映射在彼此这个刀刃上的感觉。鴨志田君を紹介してくれたのは助かりました。あれはいい役者だ。気に入ってくれたならよかった。ララライを起用するあたり、君は 2.5 次元のルールに縛られない舞台にするつもりだと思ってたけど。もちろんそこも狙ってますよ。新規のお客さんには 2.5 のファンじゃなくて演劇そのもののファンになってほしいんですよ。だからこう既存のルールを守りつつ程よく壊しつつの塩梅を狙えたら最高じゃないです。だからこそのララライなんだけど、やっぱり鴨志田君はさすがというほかないね。彼の原作リスペクトは 2.5 界隈の中でも水準が高い。
二次元のキャラを現実へ持ち上げるノウハウの塊だ。手本としてこれ以上のものはない。毕竟舞台剧对于演员的这个演技水平还是要求非常高的。乾いたスポンジのように 2.5 の作法を吸い取っていった。そりゃよかった。仲介した甲斐があるよ。有馬くんもアクアくんもレベルが高いし、冠城さんのキャスティングは信頼を置いてるんだけど、彼だけはちょっとわからなかったかな。そこまで知名度があるわけでもなく、演技力はベテランと並べられるものじゃない。かろうじて9大点に指先が届くかどうか。京アマの演技を見て正直この子はないなって思ったんですが、冠城さんのご了承で決まったところあるじゃないですか。どうしてなんです？何か才能を感じてるとか。いや別に、ただの市場。市場って世の中そんなもんでしょ。在娱乐圈也很相手先やったら常见。気に入ってる子をねじ込むもんだ。顔もいいし声もいい。演技の方は時間をかけてうまくなればいい。无指吗？人の舞台を稽古場に使わないでくださいよ。いやいや、君も気に入ると思って押したまでだよ。だって君も好きでしょ。がむしゃらに努力する子。道具都已经磨破了。負けねえぞほら、京アマの時の彼じゃない。必死に演技と向き合ってる。こういう子がね、爪痕残すもんなんだよ。それに彼のキャスティングが失敗だったかどうかの判断はきっと彼女が下してくれる。世界一厳しい目で彼を見てる人がここにいるんだ。中学校に入学して速攻3年の先輩に食われた。自分はモテるんだとそこで分かった。黙っていても人は寄ってくるし、女を好きになれば向こうから告ってきた。面白いやつを適当にいじれば笑いが取れて、いじってる自分が面白いんだと思ってて、適当にやってても大体のことがなんかうまくなって、周りがなんか期待してるし、金ないし、バイトはだるいし。今日田真的算是改变了他。やりゃいいだろう。そんな風に思ってて。原作の2人の対決は刻みに強者感があった。でも彼の演技に強者感はない。なんで人が魂削って作った作品に下手な人を使うんだろう。マジで素人に毛が生えた程度の演技じゃねえか。こっちがレベル合わせなきゃダメか。うぜえ、マジで消えてくれよ。何の苦労もしねえで顔だけで仕事取ってる下手くそはよ。分かってる。俺が下手くそなのは分かってる。あの演技を見た時から周りが俺のレベルに合わせて演技してたことも、それで作品を台無しにしてたことも。そんな顔してて楽しいの？不想当一个只做花瓶的这种王子。こんな下手くそな演技してたのか。違ったんじゃねえの？俺が最初から本気で臨んでたら、この作品はもっといいものに。あんた意外と体力あるのね。レッスンをお願いしてる講師が、役者はまず体力って。だからとりあえず毎日走ってる。今日は終わってからずっと。貴様のような鬼は結構大きいアクションしてる割に息も上がってない。思ったよりはちゃんと稽古してたみたいだけど、見ろよ、客の反応。刻みの人ちょっとさ、あんまし。お前を殺して極楽天女は我らが渋谷から連れていく。哇，这个红的光。ほら、客はお前を下手だと思ってるぜ。哇，いいんじゃねえの、下手だと思われても。は
はあ、そんなアドバイスがあるかよ。恥を忍んで頼んだのにもっとまともなことを。俺のせいでまた作品がダメになったら。別に突き放したつもりはない。その下手さをうまく活用すればいいって言ってるんだ。要惊艳所有人，そんなこと偷偷できるわけ。努力。可能だ。お前の一番の見せ場はモンメとの対決シーン。稽古期間の1ヶ月をどう使うかは自由だけど、全体を良くしようとしても焼け石に水だ。だったら要有所侧重。一点に全て注いだ方が賞賛が高いと思わないか。客に舐められてるってのは客が油断してるってことでもある。これはエンタメの基本だから覚えておけ。例えば哇，クラスのいじめられっ子が地味で目立たなかったメガネ女子が何の取り柄もないと思ってたオタクが完全にヘタラと舐めてた役者がいきなりめちゃくちゃすごいこと始めたら哦，好帅！激アツだろ。今の原作通りだ。すごいすごい。実際にできるの好可愛。ちゃんと原作通りやってくれるなんて原作大変そう。あんたの入れ知恵。別に俺は演技が下手でもそれをうまく使えばいいって言っただけ。あそこまで仕上げてきたのはあいつの努力だ。驚いてる人間の感情ってのは脆い。予想外の出来事が起こった時に情報収集能力が活性するのは人間の本能。客はこの後の演技に何倍もの意味を汲み取ろうとする。指すならここだ。どうで覚えてきやがってずれてんだよ。客が求めてるのは演技だ。そこができなきゃ意味がねえんだよ。哦，このシーンは初めて出会った強敵に敗北した俺が他要抓住这一场的相手に机会。立ち向かうシーン。ここからが俺の一番の哦見せ場。这压迫感。刻みもう少し見学してろ。はい。ここは通行止めだ、ブレイド。通りときゃその首置いていきな。面白い。粋なブレイド。ここは私たちが引き受ける。ここ半年ちゃんとレッスンを受けてきたものの、ここの役者たちはレベルが違いすぎる。キャラの心情をしっかり理解して強く感情を乗せるということが当たり前にできてる。僕よりも弱いあなたが。俺は確かに弱いさ。けどな、仲間がいるからここまで来れた。決着つけるぞ、門名。台本をそれっぽく読むだけじゃ通用しない。俺らは好きか。陶器はさや姫のことどう思ってるんだろう。崇拝？親愛？もっと複雑な。他のキャラの考察までしてんのかよ。一定要就是研究所有他的这个角色的关系。人格形成に影響あるわけだし。俺はバカだからよ。黒川みたいに考察したりとかはできねえ。刻みというキャラがどういう人間なのかなんとなくしか分かりゃしねえ。お前はどういう人間なんだ。舐めてた相手に散々やられてみっともなくあがいて負けてかっこ悪い。どうしてそんな俺みたいにしみったれた顔してんだよ。俺みたいな。そうか。強えと思ってた自分が本当は全然弱えことに気づいて情けなくてみっともなくて悔しいのか。悔しい。哦，それなら我真すげえよくわかるよ。我看不得他哭。こいつ目から指先の一つも悔しいって感情が客席に届くほどの強さで。稽古期間のほとんどを使ってこの気持ちを掘り下げた。就为了这一刻能爆发出来。この1分のために注いだ。そっちが演技10年やってようが知ったこっちゃねえ。この1分は誰にも負けねえぞ。
这，哇，这太神了！哇，这就是他所有的一切了！哇，全身心都已经融为这个角色了。我天呐，这个下场，这个谢幕。ほら、僕の目に間違いはなかった。哦，他哭了，他真的很肯定他了。よくやったわ。あとは私たちに任せなさい。鴨志田さん、急にアドリブ入れてだよ、やるじゃんか。ゲネん時と全然ちげえな。いい感じに感情乗ってんじゃん。次もこの調子で頼むぜ。やっぱ演技は感情乗ってなんぼだよな。就是努力得到了回报。お前が言ってた言葉の意味がやっと分かった。楽しいわこれ。そうかよ。这真的是神回，完全没有想到他会这么改。我很喜欢，就是他真的有非常着重的去刻画 Melt 他的这一段成长，回顾一段这个非常意识流的演出，真的太厉害了做的。首先音乐就是从刚开始非常慷慨激昂的那种舞台音乐，这样子静音一样的处理，然后 Melt 他这个演艺生涯的开始。到这个非常卡通一样的一个这样彩色的世界，这世界里面他就是登上了无数的这种广告屏，好像一个成功人士一样给大家签名。这就是他演艺生涯开始时自己所为自己打造的那种幻想的世界，他的理想世界是这样子，但却又像是活在一个不切实际的这种幻想里边，沉浸在这样一个自己给自己编织的美好世界里了。但是他从这样子的卡通幻想世界中出来了，最后这个世界浓缩成了一颗星星，然后他不断的去追逐这样的星星，不断的去精进自己的演技，去努力，想的就是去为了去试图抓住这颗星星，在追逐这其中自己甚至都已经不再是人的形状，可以是任何一种媒介，甚至已经飞出了这个大气层，因为这个时候像是已经达到一种忘我的境界，本身他自己的这个线条然后被打破，变成这个正在奔跑的克，这一切的一切都幻化成一个新的人的形态，随之而来的是他这样滴下来的这一滴血，也像是一个新的生命的诞生，也从这种赤裸的样子这样重新幻化成人形，到最后一刻就是真的完全彻底成为了克这个角色，像是无数次不断的去打破自己固有的这个现状，最后重生出新的自己，此时的自己已经完全是克这个角色了，真的将所有的心血都灌注在这一刻这1分钟的表演上了，真的有一种浴血重生的感觉，配上他这样子不断散发出的火焰，真的是太惊艳了，我特别喜欢。最后也看到他这个手本身是身为花瓶的手，已经磨练出这样子深厚的茧子，包括他的剑的那个道具也都已经磨破了，真的不忘他这么久以来的这个辛苦的付出，都在这一刻得到了回报。这集看到好几次这个 Melt 他的这个哭颜，我真的就是绷不住一点儿，真的就是能深刻的感受到他那种不甘心，想要磨练出更好的自己那种情绪。
最开始被拉入这个演艺圈、娱乐圈，他完全沉浸在那种鲜花和掌声之中了。但是参演金日田真的给他带来了一个巨大的转变，让他明白了自己想要什么，想要改变什么，借此不断去努力去达到他自己想要达到的目标，像不断的去练习跑步。如果没有他这些日积月累的这些练习，他就算想到舞台上展现那么1分钟的这个演技，他都可能会因为体力不支等等因素而无法支撑他这样的演技。真的是台上1分钟，台下10年功，这种机会肯定是留给有准备的人。既然他前期有就是付出过汗水和辛勤，这些都不会白费，都会在这一刻汇聚成他想要的结果。他从加入 Tokyo Blade 也是一直都是很虚心求教的这么一个状态，从最开始不断的跟阿里玛和男主就是请教，然后也去跟阿夸、鸭志田前辈等等去讨教，他是真心想要去提升自己，然后呢不断去吸收这样子的知识。鸭志田对他前期的那种看不起也多少是能理解的，毕竟就是大家这些演员都是自己付出过努力然后站在这个台上的，而他看似只是一个花瓶，又凭什么能跟这些真正努力的人相提并论？但是鸭志田现在也对他给予了肯定，他真正的做到了自己的这个付出，全神贯注、全身心的投入到这一个角色当中。最后他露出这种满意和欣慰的笑容，也特别打动我。我真的也很能理解，就是在舞台上展现出自己想要的效果之后，就是那种从内而外的成就感。不单单是他演好了克这个角色，还有他最关键的这一场戏，他同时也抓住了自己想要抓住的星星，同时也是为自己这一段时间的努力和他想要做出的改变提交了一份满意的答卷吧。自己终于达到了认可，就像克这个角色一样，此时此刻他都完成了这一蜕变。Miles 他从来不是什么演技天才，前期甚至被看不起，通过努力逆袭的这种故事更加的打动人心吧。毕竟这样的关系更能被更多普通的观众来去建立这种情感连接。这一集真的改编的太好了，把 Miles 整个角色诠释的太好了。看到他最后就是喊着我不会输给任何人，然后向他击来的也不断像是水花一样的这种液体，好像真的就是在逆流而上一样，不管这些洪流会怎么样将他击垮，但是他都会拿着他的刀这样不断的劈开向前，最后这个白色的激流这样冲刷过他，剩下的是留下的是本身的这个 Miles， 然后他露出了这个欣然的微笑，真的就是太为他感到高兴了，有一种自己和克这个角色也完成了一种人物之间的对话一样。舞台剧真的还是得这么改编啊，完全展现出这种舞台剧演员他站在台上和他自己饰演的这个角色身心都融为一体，完全成为这个角色本身的这种状态，真的被这种动画的制作表现得淋漓尽致。此时克这个角色的不甘心跟 Miles 他的不甘心完美的融合在了一起， Miles 他在就是为自己奋力一搏的这个同时，也是在为克这个角色奋力一搏。真太喜欢演员和角色这种合一的这种时刻，这也是所有舞台剧演员想达到的至高时刻吧。真的就是完全是忘我的状态，把真实自己、曾经自己都完全抛下，化身为活生生的另外一个角色站在大家的面前。非常为Miles感到高兴，也非常期待接下来的演出，估计整个舞台剧都会是非常炸裂的。大致这2结束，我们下次再见，拜拜。